おはようございます。小木曽です。今日はですね、こちらの作品をお見せしようと思います。印象派、ゴッホ風、レンブラント風、ということで、何々風第3部作の2段か3段か分かりませんが、レンブラント風に描いてみました。以前この方は肖像画を描かせてもらったんですが、もうそれはお納めしておりまして、こっちですね。やっぱりこの方すごいかっこいいからもう一度ちょっと描かせてくださいという動画にさせてくださいということを頼んだらもうすぐに OK ですということで、ご了承いただきました。私何度も言ってますけど、あんま同じ絵を2枚描きたがらないんですが、ちょっとこれはその頼まれた時の肖像画よりももうちょっとレンブラント風にということで描いてみました。レンブラントっていう絵描きさんはバロックの絵描きさん、動画中にまた雑談をしたいと思います。それでは楽しんでみてみてください。では、それでは解説をしていこうと思います。これはシルバーホワイトですかね。シルバーホワイト、チタニウムホワイト、シルバーホワイトですね。チタニウムホワイト。で、白はいつも僕はこのようにしてます。それでスタンドオイルで練り合わせる厚塗りバージョンとポピーオイルで練り合わせる薄塗りバージョンの白を用意いたします。でもポピーオイルは絵皿に出しておきます。これをまたテレピンで希釈して薄めて溶き油とすることもありますが、もう本当私これだけなんですよ。でかけるんですけどね、なんかいろんな断丸樹脂とかそういったものを混ぜ合わせてもいいと思いますし、私はもう本当にこれで十分ということで、やっぱりなるべくですね、あまり混ぜ物しない方が僕の場合はいいんですね。なぜですかね。で、下書きをしておきました。転写です。転写をした後にアクリル絵の具、これは、シナベニアのパネル、3ミリ厚のパネルを、これは本当にこういう作画用ですので薄い、ものでいいんですが、そしてここのところ、描くところはこうやって吹きしておきます。ポピーオイルでですね。そうすると滑るからですね。で、転写したものを、これ白2に対して黒1ぐらいの下地を、ジェッソで塗ってあります。3層4層水もちょっと入れてですね。で、黒ローアンバーバーントシェンナトランスかな、トランスオキサイドレッドとかバーントシェンナトランス、会社によって名前が違います。ローアンバーをちょっと塗りまして、完成油だけをまずダイナミックに、この、黒っぽいこのグレーの上に茶色をのせると、ちょっと冷たい感じの色になります。これある方からやっぱり影の描き方が分かりませんっていう質問を受けまして、じゃあ影を描くというよりは光を描くんですよっていうことをお見せしようと思って作りました。これ本当にすごく絵画の、ベーシックな描き方なので、ぜひ勉強してみてください。これ何本かこのタイプの動画上げてはいるんですが、ちょっとですね、若い人が多かったりするので、ちょっと恒例のぜひですね、鬼好評にこれを見て自画像を描いて送ってきたなんていう人が現れたら、これはこれで嬉しいですね。で、陰影を少しつけておきました。黒も入れたり、ローアンバー、トランスオキサイドレッドを入れたりして、少しだけ陰影をつけて画面全面に完成油が薄く塗布される状態にしておいてあります。前面にですね、サイズ的には3号ぐらいのサイズかと思います。そんなに大きいものではございません。私はレンブラントという絵描きさんが大好きですね。1600年代の17世紀のオランダの絵描きさんです。同時期にはフェルメールという人もデルフトという町、彼はレンブラントはアムステルダムで活躍しているんですが、少しだけレンブラントが上やったんちゃうかなと。で、本当に距離で言うとものすごい近いんですよ。そのデルフトという町と。で、ちょっと速乾剤も入れました、今回はですね。デルフトという町は少し、近くてアムステルダムと、だから多分知っていたと思いますよ。すげえレンブラントっていう超有名人がいるぞと、フェルメールっていうのがいるぞと、フェルメールのことを知っていたかどうかはわからないですが、で当時のオランダっていうのはすごく貿易で栄えていまして、明るい部分をまず描いていってます。生の白に近いものから少し色を入れて描いていっている。で少し明るいところを厚く塗っていく、影を描くより明るいところを描くということを教えているという動画ですね。すみません、ひねくれていて、その方は影の描き方をなんて言われたんですが、
同時代に直線距離で多分30キロぐらいの距離なんで、デルフトとオランダのアムステルダム、両方オランダですけどね、貿易で栄えてて、フェルメルなんていうのはすごく謎が多いとされていますよね。すごく大火事っていうんですか、大火があって、いろんなものが焼けてしまったので、その資料となるものがデルフトの町にあんま残っていないというのも有名ですね。天才画家ファブリティウスっていう人がその火事によって亡くなったというのも有名な話でございます。ファブリティウスという人、どこかで鬼好評あたりでちょろっと名前を出したような記憶があるんですが、で明るいところと下の絵の具を混ぜ合わせながら描いていっております。こうやってグリザイ油に近いような釜油ですね。僕はあんまりその線引きを黒白だけじゃないとダメだっていう風にする必要ないと思っていて、ちょっとあったかみのある色に最終的にしたかったら、このようにちょっと茶色を混ぜたりとか、逆に影のところは黒白だけにしてあげようかなとかっていう風に、冷たい感じの色と明るい感じの色を塗り分けていっております。少しずつこうやって明るいところがモデリングされていきます。こういうふうに中間色から明るいところを描いたり暗いところをより深くしていくなんていう技法というのはなかなか日本人が馴染みがないというか、どちらかというと影を描いていく、暗いところを描いていくような文化が強いので、漫画なんかそれのもう集大成みたいなもんですよね。なかなか馴染みがないですし、日本人はやっぱり彫りが浅いので、なかなか絵になりにくいので、この方はですね、すごくもうかっこいいなと、肖像画の仕事でもらった時も楽しく描きました。よく私、若い人ばっかりでしか描かないんですかって言われるんですが、なかなか近くにね、そういうモデルさんがおられないというのともあります。そういう人がおられたら描きたいなというふうに思うんですが、やっぱり生きてきた胸のバッジを見ると、どんなお仕事かなっていうのもわかるかと思うんですけども、それが刻まれている感じがかっこよくて、まさにレンブラントの絵的な感じでですね、肖像画を描かしてもらう時も実際に大学に来て、写真を撮って描きました。実際はもうお仕事はリタイアされているそうなんですが、メガネをポッと外したら本当に現役時代の顔に戻ったというような感じでございました。非常にかっこいいですね。で、僕はレンブラントがすごい好きなんですけども、なんとなく高校生の時にレンブラントという絵描きがいるよということで、大阪の中之島美術学院というところ、天満橋というところ、ちょっとアップでも今回ちょっと多めに見せてます。天満橋というところから、なんかどこかのところの駅のところの洋書屋さんで、画集を見たりしてました、洋書。うわー、確かにかっこええなと。でもやっぱり高校生の時ってなかなか宗教のテーマであるとか神話であるとかですね、あんまわからないし、ちょっとこの時代の絵というのはどちらかというと茶色っぽかったりしますもんね。だからちょっとなかなか馴染みにくいと思うんですが、そのドラマチックに当たった光なんていうのはかっこいいなと思いました。そこからやっぱり大学生になってから本物とかを見る機会が増えていくにつれ、毎度毎度レンブラントには感動させられますね。もう本当に絵の具の使い方がすごくうまくって、なんで絵の具をなんて言うんですかね、まるで粘土のごとく筋肉の方向であるとか何であるとかにやっていって、また最小限の仕事で最大限の効果を使うということも上手ですし、真ん中あたりの時期、キャリアの真ん中あたりの時期というよりは初めと最後がかっこいいっていう感じかもしれませんね。キャリアの真ん中あたりというのはすごく上手なんですが、お弟子さんとかもすごく雇えていて、若い頃はもう貪欲にものすごく貪欲な絵の具の使い方が見受けられます。そして晩年というのは彼自身は破綻していますね。お金がなくなっています。いろんなものを収集癖があっていろんなものを買っていたということですけども、アムステルダムに実際にアトリエが今も残っていて、そこが博物館になっていたりするんですが、収集癖があってすぐ買ってしまうというね、なんかそういう旦那さんとかいるんじゃないですか。またいらんもん買うてきてって、こんな壺なんかって言ってですね、いつか私は何でもカレー団に出てやるんだなんて言うてる人もいるかもしれませんけどね。奥さん、そういう時は私に画像を送ってください。偽物本物7割方当てる自信があります。いや8割方当てる自信がありますので、ぜひ送ってきてくださいね。で、目なんかも描いていっております。
とにかく乾かないうちに明るいところをインパストで厚く塗って、そしてその絵の具を少し毛先で遊ばせるというかですね、それもちょっと筋肉の方向なども参考にしながら、筋肉のことを教えろって言われたらもうちょっと無理ですので、ぜひ、解剖学の本をそれぞれ買っていただけると助かります。絵の具を少し動かしながら。で本当にバロックという時代っていうのは何なんですかっていうことを聞かれることもあるんですが、バロックっていうのはバロッコっていう、すみません、今日も何も見ずに喋ってるので間違うこともあるかもしれません。毎度言ってます。私は美術史家ではありませんので、間違えてもお許しください。皆さんこれをテストにそのまま書かないようにしてくださいね。ちゃんともう一回調べ直してください。で白黒に近い状態で書いていって、ですね、スマホが賢すぎてこれを人間と感知したりしだすんです。で最後の方になるとあえて明るい肌色明るい機能みたいなんですげえ明るく映ってたりするんで、本当申し訳ございません。ちょっと色がいろいろ変わったりしますが。でバロックっていうのは、歪んだ真珠というふうに、言います。歪んだ真珠って何ですか？歪んだ真珠ですね。真珠って普通に丸い形してますけども、全部同じ均一な丸い形してるけど、歪んだ真珠っていう語源から来ているんですね。もう少し時は遡るとルネサンスの話に少し戻りましょう。今日は美術史家っていう感じかもしれませんけども、ルネサンスでレオナルドが出てきて、ボティチェリがいて、その同じ工房ベロッキオ工房に天才7個と下の天才レオナルド・ダ・ヴィンチが入ってきたりとか、その後ミケランジェロなる天才が出てきて、天才ラファエロという人がミケランジェロとダヴィンチが大好きで、そういった感じのを真似するわけじゃないですが、方法とかをですね学んでいくわけですね。ラファエロという人が。時は同じくして宗教改革が起こるわけですね。宗教改革、ルターの宗教改革によってカトリックというので世の中っていうのがですね、すごく浮かれていたのルターの宗教改革によって免罪符買えば罪なくなるの？そんなんおかしないみたいなので、ちょっとみんなちゃんとキリストの教えに戻ろうじゃないかっていう流れが起きてきて、そういうのの流れを組んで、じゃあ厳格なミケランジェロとダヴィンチの描き方をしっかりと手本としてラファエロという人が確立していくわけですね。技法的なもの、構図であるとか、それをマニエラって言います。マニエラ、様式美っていうんですけども、様式、ある方法論の中で描かれる。だから僕はマニエリズムの絵っていうのはあんまり好きじゃないんですね。ルネサンスの後に出てくるのはマニエリズム。ミケランジェロなんかの後半の方はマニエリズムに入るとされているので、最後の審判っていうのはマニエリズム様式が若干感じられますよというふうになっております。だから同じ時代の中でもちょっと絵の変化が起きてきているんですね。そして、そのマニエリズムが続いて1600年頃に、ダヴィンチは1519年に亡くなり、1503年に、モナリザが描かれたとされているということなんで、その約100年後にある一人の天才が現れるわけですね。誰ですか？カラバジョって言います。カラバジョ。イタリア人でございます。すごいもう天才ですね。言うてしまえばカラバジョ展なんて今やるとすごく人気が出るようになりましたね。昔やったらば印象派展しか入らないんじゃないかぐらいの雰囲気がありましたが、今はもう例えばカラバジョ展とか、あとはですね、フェルメール展とかね、ものすごい人が入ります。日本でもですね。そしてまたこれは完全に乾いてからですかね、違う日ですね。もうとにかく乾かすプロセス、要はここまで1日で書いてますよっていうことですよね。おお、すげえなって感じでしょ。1日で書いてるんですよ。で、そのカラバッチョの何がすごかったかというと、ものすごくドラマチックに、そしてあたかも本物かのごとくに、キリストの例えば、ね十字架効果であるとかそういったものを描いていくわけですね。悲しみに、暮れる、ピエタであるとかですね、そういったものとかを描いていくわけですよ。でもちょっとマニエリズム的ではないけどもめちゃくちゃうまい。プラス
すごくドラマチックに映画の一シーン、またここ吹きますね。一シーンかのごとにカラバッジョは描くんですね。で、これ使う色ですね。何ですか？上からアイボリーブラックかピーチブラック、バーントシェンナトランスオキサイドレッド。その下が次はローアンバー。本当にね、大体この辺は僕油絵の基本みたいなやつとほぼ同じだと思いますので、そのあたりをよく見てみてください。私の描き方そのまま真似したかったらこれを使えばいいですし、皆さんが使う今のは多分、これイタリアンピンクってやつですね。草壁さんのやつ。イタリアンピンク多分今までほぼ出てきてないですね。すみません、今までの動画にない色を出し上がりました。コバルトブルーにコバルトグリーンですね。という感じで、まずトランスオキサイドレッドバーントシェンナトランスを塗りました。何の話だっけ？カラバッジョですね。カラバッジョの話です。ホップね。カラバッジョっていうのはそれですごくドラマチックに、例えばですね、どこかの教会にこのやつをキリストが亡くなっているこういう像を絵を描いてくれと頼まれたりすると、例えば亡くなっているものやから実際に死体を拾ってきて描いたりして、キリストを死体と同じにするなみたいな感じでですね、ちょっと詳細は皆さん自分で調べてみてください。何か例えば本当に遺体を川から拾ってきて、それを教会ですみません、これグレーズして指ですり込んでるところだけピックアップしました。指ですり込むと凹凸のこう出っ張ってるとこ、へこんでるところに絵の具が入っていくので、よりこうデコボコのボコの中に、デコが上かボコが下か、へこんでるところに絵の具が入っていきますよね。そうすると絵の具が厚く塗られているように見えるんですよ。これはまたすり込んでます。ティッシュで拭いてもすり込みしております。そうやって例えば死体を自分で拾ってきて、夜中に拾ってきて川とかに当時浮いてたそうですよ。それを教会に持ち込んで、教会の人からものすごい怒られるんですね。何しとんじゃこらーって言ってですね。でもですね、めちゃくちゃ絵がいいからもう人だかりができるわけです。めっちゃ絵すげえやんかみたいな話になって、噂を呼ぶんですね。で、映画なんかも出てますよ、カラバッジョの。僕は2回ぐらい見たんで、実際持ってるんですけども、あんまりこう入ってこなかったというかですね、むちゃくちゃなことしとんなぐらいの感じで、もっと絵を描くシーンがあってよかったなと思うんですが、フェルメールなんかも映画が出てますよね。あれはすごい時代背景がよく描かれていて、絵の具の作り方など非常によくできているなと思います。実際とはだいぶこうフィクションで描かれていますけども、それでカラバッジョはそんな感じで、やっていって、で酔っ払うとまた酒癖が悪いそうなんですよね。そういう人いませんか、周りに。僕は比較的多分酒癖はそこまで悪くないと思うんですけど、たまにもう一線超えると危ない時ありますけどね。そうやってですね、人を殺しちゃうんですね。むちゃくちゃでしょ。それでまた逃げるわけですよ。逃亡していくわけですね。面白いですね。カラバッジョっていうのはそんな絵描きさんです。で、また行く先々で、俺あいつなんか見たことあんで。ちょっと佐藤、カラバッジョさん、うちの教会絵描いてくれませんか？いや、もうちょっと僕ね、もうほんまちょっとお金出しますから。みたいな感じでしょうね。で、描いてたら、誰か教会絵描いてるぞ。めっちゃうまいやんけ。あれ噂のカラバッジョちゃうか。そしたらまた追っ手が来るんですね。また逃げるんですね。っていうことをしているんですよ。非常に面白い絵描きさんです。そしてカラバッジョが残した功績は、もうそれは瞬く間に素晴らしいということで、いろんなところに広がっていくわけですね。それをカラバッジェスキと呼びます。ざっくり言うてしまうと、90年代やったらアムラーみたいな感じですか。安室奈美恵さんのファッションを真似したアムラーが渋谷にたくさんね、湧き出てきておりましたよね。私その時学生さんでした。私もルーズソックスを履いておりました。ジョークです。そんなこんなで、その影響、カラバッジェスキたちによってわーっと広がっていくのがイタリアからオランダの方にも広がっていったと言って過言ではないんじゃないでしょうか。オランダに、いた天才レンブラント、ハルメンス、ゾン・ファン・レインはこの光と、あとはカラバッジョにはないカラバッジョは世界初の生物画とされるものを描いていたりもします。で、プラスアルファですね、
く抜した技術を持って絵の具の魔術師とでも言いましょうか、マチエルのマジシャンとでも言いましょうか、そういったものをも駆使して絵の具の厚い薄いというのを非常に巧みに使い分けて絵を描いていったという作家さんでございます。皆さんが知っているんだったら、夜景とかですね、いろんな作品があると思います。そしてグレーズ、大事なとこ言うの忘れてましたね。グレーズをまたした後にスカンブルって言って、2、3分前に戻ってください。お話に夢中になり時計をちらちら見ていたので、ちゃんと見てませんでしたが、またこれで白い色、白色で浮出っていうか明るいところを厚く描いていく。グレーズによって影の色というのが複雑になっていき、一方明るいところはこうやって不透明を塗り、また半透明の色が塗られているちょっと白を混ぜたような色があるところ、要はそれによっていろんなサンドイッチ状態になっていくわけですよね。下地の色に薄いグレーズがかかっているだけの部分、白色系の白っぽいのが塗られている部分、白い絵の具でインパストといって厚く塗っていく部分、それの間ぐらいの部分、こういった感じで絵の具がいろんな複雑な表情となっていっているわけです。で、これがやっぱり油絵の具の持ってる特性だと思います。油絵の具というのは厚く塗れる。で、塗った状態がそのまま固まってくれるというところがすごく強みの一つです。だからアクリルだと若干薄くなったりしますよね。水分量が飛んで、油絵っていうのは基本的には溶き油、テレピンとかをあまり多く使わなかったらある程度その状態で乾いてくれるということが一つの特性です。そしてそれにグレーズ、透明層を例えば重ねてみたり、半透明スカンブルと言いますけども、重ねてみたりとかしながら絵の具をどんどん複雑にしながら絵の具を厚く塗っていくということができる画材でございます。だから今回は叩き筆というのは使わずに全部筆致を残しながら描いていこうというふうにいたしました。よう喋ったね今日はね。だからレンブラントっていう人、カラバッジョっていう人、だからカラバッジョのやった功績というのがそれまであったマニエリズム、様式美、宗教改革によって正しいキリストの社会ということにも相まって広がっていったマニエリズム、ラファエロが提唱していったものが崩された。だから真珠が崩れた状態。だからバロックというふうに言います。これですごく分かりやすくなったんじゃないでしょうか、今の話で。ということでレンブラント、ハルメンスゾーン・ファン・レインとカラバッジョのお話でした。レンブラントという人はね、本当に集団肖像画、これなんか僕も3冊ぐらい本読んで、ちょっと最近の本ではそうでもなかったよって書いてあったんですけど、昔の本には例えば夜景と呼ばれる絵は集団肖像画で、それでもあまりにもこの体調のところが目立たしすぎて、真ん中に女の子が目立たしすぎてるから、みんなお金を払ってる、同じ額払ってる肖像画やのにあんまり評価をされなかったということを言われていたりしますし、最近何かの本ではいやいやそんなことなかったらしいよ、やっぱりすげえってなったらしいよっていうふうに書いてあったような記憶もあったりして、そういったところが移り変わっていくことも何か面白いとこですよね。だからそれは歴史の中から生まれたバロックということから生まれた集団肖像画ということでもあるわけですよ。で、オランダというところから発達したもう一つの天才、フェルメールという人でございます。で、貿易によって非常に栄えた町ですね、オランダ。僕も行ったことありますけども、貿易港で。だからすごくいろんな文化も入ってきやすかったし、あとは例えばベネチアなんかもやっぱり貿易港だったので、発展がしやすかった。サランラップで一回、これはね、最後の書き込みをしようと思ったんですけど、絵の具の状態が軽すぎた。もうちょっと時間を置かないとっていうので一回ラップをして、仕事に行って帰ってきて、最後ヒゲとかをこうやって最後の最後に描いていこうと思いました。最後の最後かな、もうちょっとあるかな、すみません、ちょっと何層書いたか忘れてますが。で、オランダというところはいろんな文化の中でも、例えば室内画的なフェルメールの絵なんていうのはそうですよね。あれはヤン・ファン・アイクという人の影響もあるんじゃないかなと。アルフィルニ夫妻の肖像という有名な作品があります。ヤン・ファン・アイクで、調べると、ゲントの祭壇画か、そのアルフィルニ氏の夫妻の肖像ですか、というどちらかが必ず出てきます。
でその室内で鏡があるなんていうのとかはやっぱり同郷ではないですが、当時はその大きな国だったんでしょうね。ネーデルランドという国、あの辺りの出身の大先輩ヤン・ファン・アイクの影響、そして室内画というのはあとデ・ホーホとかですね、何人かそういった作家さんが育ってきたりもします。で室内、要はお金持ちたちがちょこちょこ生まれていたという時代なんですね。時代というかですね、海洋によって貿易によって一部の人たちがお金をね持てるようになったから、そのお金持ちたちがちょっとフェルメール君うちに絵描いてくれんか、うちの奥さんの肖像描いてくれやといった依頼とかがあったと思われます。真珠の耳飾り、青いターバンの少女、いろいろ言われてますが、あれは何だったんでしょうかね。何か書いてありますかね。そういうのが謎になると、より作家さんというのはまた箔がついてきたりもしますよね。だから新しいジャンルの絵画というものが育っていきました。でかい教会に飾るためだけの絵ではない、室内であるとかっていうところに飾るような絵とかの発展もしていくわけでございます。フェルメルという絵描きさんも僕はすごい好きなのは、なんか風景画もあるんですね。デルフト眺望っていうのと、小道でしたっけね、という作品であるとか、生物的な人物画みたいなのを室内画もあればですね、そういうところがすごく好きです。なんか部屋を小部屋から覗き込んでいるような作品とかももちろんございます。で作品も大きいのもあれば、でもすっごくレンブラントほど大きいのはないんですが、すごい小さい作品でももう良作秀作素晴らしい作品が山ほどあります。私は本当に何枚かめちゃくちゃ欲しくなりましたもんね。欲しい。それで模写とかしたりしました。模写とかする意味の一つに、なんか本当に欲しいものを自分の手に入れたいという欲望かもしれませんよね。それを売買するわけではないんですが、でフェルメールであるとかレンブラントであるとか、後に、生まれてくるオランダの天才といえばヴィンセント・ヴァン・ゴッホっていう絵描きさんです。やっぱり独特の文化が育まれていったところなんだなっていうのは、絵を見るとなんとなく分かってきてもらえるんではないでしょうか。だいぶ書き進んでいきました。今日はバロックの話、レンブラントの話、若干フェルメールの話。フェルメールというのは、なんかこれももう大昔に読んだんですけど、ルーブル美術館でルノワールが再発見したみたいなことを書いてあったような、なかったような。ラトゥールという絵描きさんなんかもやっぱり後々発見されるんですね。エル・グレコっていうのは確かピカソじゃなかったかな。後々にこの作家めちゃくちゃすごくないという影響力がある人が言うと、わーっと有名になるっていうことは多々あったりするもんなんですよ。私もなんか発見してみたいですね。誰かいませんか、闇に隠れている絵描きさん、そういうのをね、ぜひ、持ってる人いたら画像を送ってくださいね。で最後ちょっとインパストというか、また顔を描いてグレーズして顔を描いてということを少しずつ繰り返しながら完成に向かっていっております。やっぱりグレーズを2層3層かけていったりするとこと、その上からまた明るいの描いて、また薄く描いて、で最後の方は徐々に明るいところというのの密度というか描く面積を狭くしていってます。今回はですね、これぐーっとこの段階で赤っぽい茶色っぽい影にいたしました。グレーズだけではちょっと成り立たんなと思ったので、少し茶色っぽい、でも少し下の色が見える程度の茶色と青を混ぜ合わせたこの微妙なバランスを取りながら、そうですね、これで影を描いていっております。出ましたよ、何々さん、影を描いている場面がついに出てきましたよ。でもやっぱり描いてるほとんどは明るい方やと思います。ここが最後か。グレーズをしてまたしました。めちゃくちゃ絵の具は弾いております。なんとか指でゴシゴシ。それでも無理なら完成だけなので、下の絵の具が完全に乾いている時にゴシゴシ。それで指でこすってゴシゴシ。ゴシゴシということをしております。どうしても弾いたりしますので、完全に乾いていたら弾いたりしてしまいますので、そういうところはちょっと注意しながらしっかりこすって、また指でやって何度もやっていけばなんとかなると思いますので、頑張ってやってみられてみてください。ウェットオンウェット、濡れた状態を作って私なんかは描いていきますので、長い線を引くことができたり、いたします。
またグレーズをしております。ウルトラマリンブルーとね、トランスオキサイドレッドぐらいを混ぜてますよ、大体。僕はそれは結構多く使うグレーズの方法の一つです。常にではないですよ。ちょっとこれは全体を暗くして本当に薄くこう層をかけたいなと思ったので、ちょっと青みがかってるけどちょっと茶色みがかってるというこの微妙なバランスのところの間を、使ってグレーズしてということを繰り返しながら、完成に向かっていきました。肖像画で描いた作品とはまたちょっと違ったですね、作品が出来上がったなと思います。こういうのを見てですね、またちょっと絵の具の筆致を少し最後にほんの少しずつ明るいところを描いていきながら、今回はこれぐらいにしておこうと思いました。ちょっと赤と黄色を混ぜて、ちょん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 と少しですね、ちょん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 と描いていったりします。でちょっと青っぽいのを入れてちょっとこう暖色系になりすぎてるなと思ったら少し寒色を入れてあげたりとかもしてみたり、していきながら微調整をしていきながら完成に向かっていきました。本日もダラダラとした話でございましたが、少しバロックのことが分かってもらえたのではないかなと期待をしております。また今後ともご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録してもらえると嬉しいなと思います。まあ別にそれで、どうこうってことはないんですけどね、やっぱり数で目に見えると嬉しいもんですよ。ぜひね、お友達、絵画教室のお友達とかも誘ってくださいね。鬼好評も待っております。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。ピンク色のシャツが似合わないぞという声が聞こえてきますが、いいんです。まあね、春なので、どうでしたか、レンブラント風の。レンブラントのお話とかを少し動画中にしておりますかね。こういった感じで、絵の具のやっぱりですね、厚い薄いであるとか、透明不透明であるとかっていうのは、活かしつつ描いていくということを覚えていくと、やっぱり一つの武器になってくると思いますので、グレーズとかね、すり込んでみるとかっていうこともちょっと頑張ってされてみてはどうでしょうか。そんなとこでまた。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。